こんにちは、シャチパンです。今回は日本にいらっしゃる方なら大体いつも食べているであろうお米についてです。炊飯器で炊くお米なんて結局違いわかるのって多くの方が思われているかもしれませんが、これがね、結構違います。稲作が日本に伝わったのは約3000年前。以降、私たち日本人の体を作り上げてきたお米。いつも食べるなら美味しいに越したことはないですよね。今回は大手5社の炊飯器の違いや特徴を解説していきます。ぜひ自分に合った炊飯器を探していってくださいね。それではやっていきます。はじめに炊飯器の選び方について簡単に触れておきます。まずは予算を決めましょう。炊飯器はピンキリです。かけられる予算によって炊き方が大きく変わります。1万円以下の炊飯器はマイコン式炊飯器。内釜をヒーターで熱し炊飯します。昔からある電気炊飯器で価格重視の方におすすめ。ただ火力が今一つなため、味もここ何十年と変わっていないでしょう。3合以上の炊飯は苦手で炊きムラが出てくることもあります。3万円までの予算があれば IH 式炊飯器の上位機種まで選択肢が出てきます。IH 式は現在販売されている炊飯器において最も主流な加熱方式。 IH はこのような渦巻き状のコイルに電流を流すことで磁力線が発生、発熱させます。フライパンや鍋などさまざまな電磁調理器にも用いられていますが、炊飯器では内釜そのものを直接加熱することができ、マイコン式よりも火力が強く、短時間で一気にお米の芯までムラなく炊けます。3万円以上の予算があれば圧力 IH 式炊飯器。圧力 IH は基本構造は IH 式と同じですが、内釜を密閉して圧力をかけることで100度以上もの高温を維持。炊き上がったお米はうまみが引き出され、もっちりとした口触りになる特徴があります。価格にもよりますが、各社が最も力を入れている分野で最新技術が搭載されます。なお、これら以外にもガス炊飯器というものがあります。特徴は電気ではなく直火で炊けるので、美味しいお米が炊けることにつきます。ただしガス栓と炊飯器をつなげる必要があるので、ガス栓がないといけなく、現在はお店でも取り扱いは少ないです。結論を言うと、お米を美味しくしたいなら少なくとも1万円以上の炊飯器を選ぶと良いでしょう。今回ご紹介するメーカーは唯一三菱電機だけが IH 式で、残りは圧力 IH 方式をとっています。次に大きさです。ここで注意すべきは大は小を兼ねないという点です。美味しく炊ける目安はおよそこのようなイメージでしょうか。例えば5合炊きのモデルで1合だけ炊いても味は今一つとなるでしょう。ご自身の普段消費する量に応じて決めることが大事です。それでは早速大手5社、象印、タイガー、パナソニック、東芝、三菱電機の比較をしていきましょう。なお、事前に現時点で炊飯器を購入するとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、象印が圧倒的に高く全体の6割を占め、次いでパナソニック、タイガーと続き三菱電機、そして東芝という順でした。もう少しばらけるかとも思ったのですが、象印の人気は圧倒的ですね。炊飯器業界の絶対王者と言えるかもしれません。これら以外のメーカーでは日立がコメントに寄せられていました。850近い投票、皆さんありがとうございます。皆さん一人一人のご意見、いつも参考にさせていただいています。さて、話を戻して今回は上位機種を基準に各社の特徴を解説していきます。まずは内釜です。江戸時代にはすでに炊き方が完成されていたとされるかまど炊き。各社方式は違えどこれを目指しています。当時は直火炊きで鉄製の羽釜が使われていたことから、各社羽釜を用いた時期も最近までありましたが、
最後の砦であった東芝も最近羽釜をやめています。この流れは羽釜の特徴である羽の部分がかまどで炊くときに釜自体を支えるものであって、美味しさに寄与している科学的根拠が乏しいためかと思われます。羽釜がないのは少し寂しい気もしますが、炊飯器には炊飯器の最適形状があると思います。象印の内釜は黒金を仕込んだ剛円かまど釜、発熱効率と蓄熱性が高い鉄、熱伝導性の高いアルミ、耐久性に優れたステンレスと複数素材を多層プレス加工したバランス型の釜です。厚さは 2.2 ミリ、縁は特に厚く8ミリ設計。象印の以前採用していた釜は南部鉄器の羽釜でしたが、少し前から現在の形状に変わっています。続いてタイガーの内釜は本土鍋。萬古焼の名称で知られる三重県四日市市で作られています。土の熱効率は良くないものの、一度温まるとなかなか熱を逃さない蓄熱効果が非常に高く、遠赤効果も相まってお米がふっくら炊き上がります。素材も IH の磁気を通すためのアルミが容赦されているだけの本格土鍋。厚さは5ミリと他社と比較しても厚めで、重さはありますが温度維持や均一性について有利でしょう。次にパナソニックの内釜はダイヤモンドかまど釜。厚みは象印と同じく 2.2 ミリ。アルミやステンレス、セラミックスの複数素材を組み合わせた象印と同じ方向性のバランス型の釜です。細かい泡を内側から発生させる工夫も見られます。ただ他社にも言えることですが、金属として熱伝導性、発熱性が鉄よりも優秀な銅は高単価なためか最近採用が見られません。次に東芝の内釜はかまど丸釜。少し前に採用していた羽釜から変わり丸釜となりました。層の構造情報は非公開ですが、前回の羽釜と同じであれば鉄やアルミの多層構造の内釜でバランス型の内釜となるでしょうか。続いて三菱の内釜は本炭釜。職人が一つ一つ約100日かけて作っています。純度 99.9%、 厚さはテーブで業界最厚の10ミリと本物の本格炭釜です。これだけの厚さがあれば蓄熱性も十分でしょう。炭は金属素材に比べ約40倍の磁力線の浸透率を有し、発熱力が高いです。これにより熱を加えてから沸騰までの時間が短くて済み、ご飯が潰れず粒感のある仕上がりとなります。重量も金属より軽いので内釜の性能としては他社と比較しても高いですが、強いて言えば強度が弱点で、一般的な陶器や土器と同程度。扱いには注意が必要なことでしょうか。内釜のこだわりという点ではタイガーと三菱電機が特徴的であり、中でも三菱電機はだいぶコストもかかっているように感じます。続いて炊き方です。かまど炊きの炊飯工程はすでに分かっており、まずは前炊きでお米の中心まで吸水させ、そこから一気に強火で加熱する炊き上げ。中火で沸騰を維持させ、再び強火で余分な水分を飛ばし、最後に火を止め蒸らします。これらの工程を方法は違えど炊飯器はボタン一つで実現しています。便利な世の中になりましたが、昔の人は火の加減を見ながら調節していたわけですから頭が下がります。象印の炊き方は演武炊き。同社の特許技術となります。象印はかまどの炎が部分的に強弱をつけ、揺らぎながら釜の中で複雑な対流を起こしていることに注目しました。従来はそこに一つの IH ヒーターで釜全体を均一加熱していましたが、炎の揺らぎを再現すべく6ブロックに増やしています。これらを対面加熱することで複雑で激しい対流を起こすことができます。その違いは明らか。
お米が釜内で激しく舞い、ムラのないふっくらとした炊き上がりを実現しています。サーモ画像でもかまどの炎の揺らぎによる部分的な加熱を見事に再現していると言えるでしょう。この炊き方は原理的にも理にかなっているように感じますが、シャチパンはそれよりも望遠かまどや演武炊きとネーミングが鬼滅の刃なのが気になりました。続いてタイガーの炊き方はご褒美炊き。土鍋の力強く細やかな泡立ちでお米を傷つけにくくし、粒の揃った艶やかなご飯を炊き上げます。それから土鍋釜による大火力と遠赤効果でタイガー史上最高温度約300度の高火力がお米を表面から内部まで均等にじっくり温めます。また専用土鍋中蓋をセットすることでお米1合に最適な炊飯空間を作ることができます。ちょっと食べたい時などに便利でしょうか。 IH は象印のように側面などにはあえて実装せず底面実装のみ。これは土鍋の熱伝導の低さを利用しており、側面と底面で温度差を作ってやることでお米の対流を促しています。象印とは違うかまど炊きの再現となります。次にパナソニックの炊き方は踊り炊き。パナソニックの特許技術でもある 1.2 気圧にして沸点を105度に高め、急減圧によっておよそ3秒で5度相当の大きな熱量を放出し、爆発的な沸騰力を実現しています。お米を踊らせ、一粒一粒にムラなく熱を伝え、ふっくら粒立ちの良い銀シャリにします。また本機種からスチームの代わりに加圧熱風ポンプが採用され、加圧状態で熱風を送り込み、水分量を最適にコントロールします。水分が少ないタイミングでも急減圧が可能となりました。ただ米のうまみ成分であるおねばを出すという意味では、従来の高温スチーム式の方が優れていそうではあります。給水が必要であったりお手入れの数が増えるということから本方式に変更したのかと思われます。搭載 IH は側面から蓋まで含んだ豪華な6段構成。高速で加熱を切り替えることで対流を発生させます。どうでもいい話ですが、銀シャリと聞くとこっちの銀シャリをイメージする方が多いかもしれませんが、シャチパンは棒や鉄を思い浮かべます。ちなみにシャチパンは大学で初めて麻雀を覚えましたが、思い出の初対局はバイマンへの振り込みでした。続いて東芝の炊き方、炎匠炊き。他社のモデルより200ワット前後高い最大1420ワットというハイパワーで炊き上げます。釜底に2つの IH コイルがあり、内回り IH コイルが加熱しているときは内から外へ、外回り IH コイルが加熱されると外から内に熱対流が切り替わります。象印の方式のシンプル版といったところでしょうか。さらに東芝には他社にはない内釜を密閉して真空にする機能があり、これによりお米の吸水性を高め甘みを引き出しています。続いて三菱の炊き方は本炭直火炊き。連続沸騰と圧力をかけない炊飯を特徴としています。まずは連続沸騰。従来は加熱時に吹きこぼれないように火力を弱めて対流を止めていたのですが、沸騰をキープして対流を持続する同社の特許技術です。これによりかまどで作ったご飯の味を再現しています。次に圧力をかけない炊飯。三菱はかまど炊き自体に圧力を使っていないということで、圧力をかける炊飯は不自然という考えを持っています。そのため他社とは違い、圧力をかける炊飯器はありません。圧力をかけるとどのお米も美味しく炊ける一方、お米の個性は薄れがち。三菱はこの炊き方によって崩れがちなお米の保水膜もきれいに形成されるとしています。内釜は全方向から内釜を包む8重のヒーターを採用。
8重と言いますが IH 自体は底面の3基、パナソニックと似た構造ですが6基搭載しているパナソニックや象印には及ばないでしょうか。断熱構造は二重窓のように空気層を含んだ5段構造、火力を後押しします。炊き方としては内釜の材質も合わせて各社相当な工夫が見られますが、東芝がややインパクトに欠けるでしょうか。続いて炊き上がりです。感じ方には個人差がありますのであくまで参考となりますが、ご覧のような特徴があります。炊き上がりは各社調整できる機能が備わっていますし、水の分量と合わせて調整はある程度可能です。ただ一番美味しい炊き上がりというのはやはり各社の狙っているところが強い傾向にあるでしょうか。なお、お米の炊き上がりで好みのものはどれですかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、お米の硬さはやや硬めが最も高く、次いで普通という順となり、歯ごたえのある炊き上がりが人気な一方、もっちりかシャッキリかではもっちり派 40%、 シャッキリ派も 40% と2つにきれいに分かれました。お米の好みは本当人それぞれな部分が大きいですね。ご自身の好みと照らし合わせて選ばれると良いでしょう。全然関係ない話ですが、シャチパンはむっちりでやや柔らかなさっぱりした女性が好みです。続いてメンテです。炊飯器に美味しさを求めるのは当然ですが、時点で重視する項目はメンテのしやすさである方が多いです。毎日使うものですから、自分が何を洗うことになるかはぜひ実機でも見ておきたいポイントです。モデルグレードでも違ってくることもありますが、スチーム機能を廃止したパナソニック含め、東芝以外は内釜と中蓋の2個に集約しています。東芝のみ3個となりますが、これによってお手入れの煩わしさが著しく変わるというほどのインパクトはなさそうです。メンテの点数以外にはフラットで洗いやすいかなども見ておくと良いでしょう。続いて保温機能です。各社の保温上限時間を記しています。こうして比較してみると、東芝が一番長く、次いで象印でした。東芝には他社にはない内釜を真空にする機能が備わっており、これが真空パックのようにお米の劣化を防ぎます。今回比較するメーカーの中では保温機能は最も優れているでしょう。続いて価格です。お店や販売時期でも変わりますが、炊飯器はモデルグレードの価格幅が本当に大きいです。3万円前後の中位モデルから上は10万近くまで様々ですが、各社比較してみると象印、パナソニックが少し高めな傾向です。グレードの価格差は主に内釜の素材や IH の数、炊き分けの種類などに影響してきますが、各社の特徴や設計思想は同じなので、どこまで価格的に許せるかで決めると良いでしょう。なお、各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、ご購入を検討中の方は後で参考にしてみてください。続いて口コミです。口コミ数百件分の分析データとなります。象印は何といってももっちりした食感が好評でした。もっちり好きな方に特におすすめできます。それから前回食べたご飯の感想を炊飯器に入力し、その情報をもとに好みの食感に近づけていく我が家炊きが良いという声がありました。一方、悪かった意見としては、工場初期設定がエコ炊飯となっていて美味しく炊けないモデルがあること、各社そうですが液晶にバックライトがないモデルもあり見づらいモデルがあるという意見がありました。次にタイガーです。最大の特徴である土鍋によるご飯が好評でした。それから1合でも美味しく炊ける1合料亭炊きが良いという声がありました。少量でも美味しく炊けるのはいいですね。一方、悪かった意見としては、保温していると劣化が早い、硬くなるという声が他社より多く感じました。
残ったらすぐ冷凍する習慣のある方は特に気にしなくて良いと思います。それから他社もその傾向があるところはありますが、注意モデルの奥行きがやや大きいという声が上がっていました。注意モデルをお探しの方は奥行きの寸法は確認しておいた方が良いでしょう。続いてパナソニックです。パナソニックは今年フルモデルチェンジしたデザインが好評でした。従来のいかにも炊飯器という形状からコンパクトに今風のデザインに一新しました。パナソニックのオーブンレンジをはじめとした調理家電ビストロシリーズにも追加されています。それから多彩なセンシングも好評でした。3つのセンサーがお米の状態や釜内の温度、水分量に至るまで把握し、約9600通りの炊き方の中から最適な炊き方をします。また他社にもありますが、銘柄炊き分け機能があり、お米の個性に合わせた炊き上げを可能としています。カバー数は比較した中では最多の73銘柄。非常に多くの銘柄をカバーしているので、自分の食べているお米があって嬉しいという意見が寄せられていました。一方、悪かった意見としては、フルモデルチェンジした新モデルの動作が安定していないのか、故障や不具合が少し多く感じました。次に東芝です。真空 IH ということで、お米の中の空気を追い出し、芯までたっぷり吸水させる真空浸しが好評でした。それから真空は保温にも有利で、酸化によるご飯の黄ばみや水分の蒸発を抑えることができます。一方、悪かった意見としては、真空ポンプ音が少し気になる。タイガーなどもそうですが、マニュアルでの炊き方調整が5パターンと、いろいろ試したい方にとってはやや少ないという意見がありました。最後に三菱です。デザインが好評でした。それから最大の特徴でもある圧力を使わない炊飯がいいという声が多く上がっていました。加圧炊飯の場合、どんな状況のお米でも十分に水分を含ませ美味しく炊ける一方、お米本来が持つ粒状感を損なうことがあります。圧力を使うか使わないか、どちらがいいということはありませんが、三菱は米本来の個性を重視した炊き方と言えるでしょうか。固めな仕上がりも好評でした。一方、悪かった意見としては、内釜が少しぶつけただけで欠けたという意見もあり、強度は弱めなこと、保温機能が他社ほどの工夫がなく少し弱いという声が上がっていた程度で、目立った酷評が少なかったです。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。各社高い点数で、どのモデルであっても満足できる方が多いと思われる中、三菱電機、象印の点数が特に高かったです。象印のもっちりとした食感は合う人にはとても相性が良く、一方、三菱電機の圧力を使わない炊き方もシャッキリとした食感で好意的な意見が多かったです。一方、パナソニックはフルモデルチェンジした上位機種の動作安定性が不評気味だったのが点数に影響してしまいました。参考にしてみてください。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。価格とも相談ですが、とにかく保温が命な方は東芝、多彩なセンシングによる炊き方に魅力を感じた方はパナソニック、もっちりとした食感が好みの方は象印、土鍋でじっくり炊いたご飯に興味があり、1号から美味しくいただきたい方はタイガー、固めで米本来の美味しさを引き出す炊き方に魅力を感じた方は三菱電機が候補となるでしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえ、量販店などで最終確認をしてみてください。最後になりますが、本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
また見てくださいね。また見てね